こんにちは、ともきです。今日はいつもの Vlog とはまた違う形式で動画を撮ろうと思います。僕がその中国に留学することを決めた後ですね、なんで中国に留学したのって聞かれることがすごく多くて、その質問にこの動画で答えようと思って、今日は僕が中国の留学を決めた理由について話そうと思います。簡単に自分の自己紹介すると、僕は今現在北京外国語大学国際小学院に通っている学部の4年生です。純日本人で高校2年生から中国語の勉強を独学で始めて、高校卒業後はそのまま今現在の大学の方に進学しました。突然なんですけど、皆さん中国に対してどのようなイメージを持っていますか？うるさいとか、中国人はマナーが守れないとか、なんとなくネガティブなイメージが多いかなって思います。僕も実際そうでした。そんなところからどうして中国留学にしかも4年間行くことになったのかっていうところを今日はお話ししていきます。まずはきっかけからです。僕が中国に興味を持ち始めたのは2020年高校2年生の時です。当時はコロナウイルスが蔓延していて、そもそも高校に行けないで、自宅でずっとオンライン授業っていうのを受けてました。で、正直毎日パソコンの前でただライブ配信の授業を見るだけなんですごい退屈してたんですよね。そんな時にある日 YouTube で出会ったのがオリエンタルラジオ中田敦彦さんの中国深センに関する動画でした。その動画の中では、中国の、主に深センのあるテクノロジー企業だったりとか、あとはキャッシュレス化された社会、あとは高層ビルが立ち並んでいて、街中はすごい緑がいっぱい溢れるような、すごい近未来的な街並みが映されてました。で、僕はその時すごく驚きました。なんでかっていうと、実はそれまでその動画を見るまで僕の中国に対するイメージってテレビのそのびっくり映像特集何選みたいなので紹介されるような建物がすぐに崩れちゃったりとか、あとは質の悪いコピー商品が売られてるとか、そういうなんとなく汚くて人もルールを守らないマナーがないような、そういったネガティブなイメージだったんですよね。でもその時中田さんの動画を見て、実際の中国この深センっていう、発展した都市ではあるけれど、今の中国の発展の様子っていうのを見て、正直イメージが完全に覆されました。その時僕が初めて中国ってこんなに発展してるんだって気づいたのと同時に、自分の知ってる知識ってすごく少ないんだなって、自分ってすごく偏見の中で生きているんだなってことを同時に感じました。正直日本のメディアって中国に対していい報道っていうのはあまりしないじゃないですか。だから自分も知らず知らずにその中国に対するネガティブなイメージみたいなのを勝手に持ってしまっていたなっていうことをすごく痛感しました。ここからは中国語学習を始めたきっかけについてです。僕は中国についてもっと知りたいって思うようになって、中国に関する動画をたくさん見ました。主に日本語の動画をどんどん見ていました。でも日本語で情報発信してる人ってすごく少ないし、本当の中国ってとこを理解するには中国現地の情報をいち早くゲットした方がいいんじゃないかってことに気づきました。そう考えて僕は中国語の勉強を始めることにしました。で、最初は YouTube の動画、簡単なニーハオとか再见とか、そういうフレーズ集とかから見始めて、その後はアプリを使って単語を覚えたりとか、隙間時間にちょっとずつ勉強を始めました。中国語の勉強法だったりっていうのはまた別の動画でまとめようと思うので、そこは楽しみにしててください。で、始めてみるとその中国語ってそもそも漢字なんですよ。僕当時すごい英語が苦手で、でも中国語って思ったより抵抗があまりなくて、あと日本人ってすごい漢字を使ってるから中国語の文を見た時に読めるんですよ。大体どういう意味かっていうのが分かる、予想ができるっていうのがあって、僕的には中国語は全然英語より簡単だし、すごい取り組みやすいなって感じました。続いて、中国語学習を始めてから、半年くらいかな、1年ぐらい経った時に、その中国語を勉強していくうちにもっと中国について知りたい、あとは中国で実際に生活してみたいなっていうことを思うようになりました。やっぱり中国語って言葉だけじゃなくて文化だったりとか、実際の人々の生活っていうのはやっぱ自分の目で実際見て体験しないとわからないなってそこで感じました。で、ちょうどその時、僕は高校2年生の冬だったので進路に迷ってたんですよね。大学で何を
学ぶべきかどうか、どこで学ぶべきだろうか、正直自分でも分からなかったです。ただ当時やりたいことは中国と関わりたい、中国について知りたいってことだったので、最初は日本の大学の中国語学部が有名なところ、外国語大学をいくつか見ていました。でもある日思ったんですよね。どうせ中国について学ぶんだったらそのまま現地の大学に進学して実際に中国で生活しながら学んだ方が学ぶスピードも速いし得られる経験も多いなって思いました。実際に現地で中国人と一緒に授業を受けて中国で生活して現地の言葉を学ぶ、それって日本じゃ絶対できないし、中国に留学する人、日本人っていうのもすごく少ないので、すごい貴重な経験になるなって当時思いました。ただ急にその高校生2年生から勉強を始めて進路相談の時に急に中国の大学に行きたいって言っても、親もそうだし学校の先生も心配するっていうことは自分でも分かってました。中国の大学って大丈夫なのとか、あとは留学のお金はどうするのみたいな、そういうことも聞かれるだろうなって。問題はね目に見えてたんで、具体的に親と先生を説得させるための情報をもうとりあえず集めました。具体的には自分がなんで中国に行きたいのか、あとは大学に進学に必要な中国語レベルと、自分の今の状態、中国語レベルはどのぐらいなのか、あとは4年間の学費とかお金ですね。最後大きかったのは奨学金についてです。こういった情報を自分で調べて、一つずつ説明しました。特に自分的にこれがすごく大きいなと思ったのは中国政府奨学金の存在です。学費も免除だし生活費も支給される。だからほとんど親に経済的負担をかける必要がない。だから安心してほしい、応援してほしいっていうことを伝えました。学校の進路指導の先生にももともと僕普通の日本大学受けるって言ってたので、急に中国の大学に進学したいって言った時は、もちろんすごく驚かれました。でも親に説明した資料をそのまま学校の先生にも見せて、ちゃんと自分の考えみたいなものを伝えたらすごく納得してくださって、最終的には推薦書みたいなものも書いてくれたりとか、すごく協力的に応援してくださいました。当時はすごい情報が少なくて、自分も中国の大学でどんな感じなんだろうみたいな、あとはそもそも中国ってどんな国なんだろうみたいな、全然わからないことが多かったので、今はブログという形で現地の情報だったりとか、あとは質問も各種 SNS で受け付けてるので、気軽に僕に聞いてくれたらいいなって思います。でもやっぱりその海外留学に行くってなった時に親とか先生っていうのは心配するわけですよ。やっぱ日本にいた方が安全じゃないとか、お金だったりとか。なので一番大事なのは、ただ行きたいっていうんじゃなくて、行きたいっていう気持ちも大事だけど、実際現実的にそれが実現可能なのかどうかっていうところを順序立ててちゃんと説明するっていうのがすごく大事だなって感じました。僕はこんな感じで中国のただの高校生だったんですけど、一本の YouTube の動画がきっかけで中国留学に4年間も行くことになりました。今実際に中国で生活して今3年目ぐらいになるんですけど、本当に自分的にはこの選択をして中国留学を選んでよかったなって思っています。もちろんカルチャーショックもあるし、正直大変なこともいっぱいあります。勉強も大変だったし、中国語も最初は分からなかったし、でも毎日が新しい発見の連続ですごく自分の視野っていうのが広がったっていう実感があります。そうですね、高校2年生の時にあの動画に出会えてなかったら、自分は絶対中国留学をしてなかったので、そうですね、一つのこういった動画っていうのが人生を変えることもあるんだなって実感してます。そうなので、僕自身もこういったブログだったりとか SNS、YouTube も含めたこういう活動を通してもっと学生の人に中国に対して興味を持ってもらえたらなと思って、こういう発信活動をしています。もし今進路に迷ってるとか、中国に興味がある、中国留学行きたいなって思ってるけど、やっぱ一歩踏み出せるのって結構勇気がいるじゃないですか。なので、僕の経験みたいなものが少しでもみんなの役に立てばいいなって思っています。今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。他にまた中国留学に関する質問等あればコメント欄や SNS で聞いてもらって全然構わないです。いつでも、できる限り早めに答えます。チャンネル登録と高評価もよかったらお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。